はい、ウェーブラボ講座第5回目。今回はオーディオモンタージュについて解説していきます。ウェーブラボで複数の楽曲を同時にマスタリングし、CD アルバムなどを作成する際には、オーディオモンタージュという機能を使用します。オーディオモンタージュでは、クリップごとに違うエフェクトを設定したり、マーカーを作成して CD のトラック情報や曲間を設定するといった CD マスタリングに適した機能が用意されています。それではまずオーディオモンタージュを作成しましょう。ファイルタブから新規オーディオモンタージュカスタムと選択します。プロパティでモードはステレオ CD 互換。サンプリングレートは今回は CD フォーマットの 44.1kHz としておきましょう。作成をクリックするとからのオーディオモンタージュが作成されます。ここに複数の楽曲をドラッグ&ドロップします。すると曲順を設定するダイアログが表示されますので、曲順通りに並べ替えて、このまま OK をクリックします。このように配置されました。オーディオモンタージュ上で複数の楽曲のマスタリングを行う場合、エフェクトの設定をクリップごとに行うことができます。左上のウィンドウからエフェクトタブを開き、クリップトラック出力とある中からクリップを選択します。そして右の空きスペースで右クリックすることでエフェクトの候補が表示されますので任意のものを選択します。するとこのように適用されたエフェクトが表示されました。エフェクトリストではマスターセクションのように処理チャンネルの選択を行うことができます。またルーティングではインサートやセンド、並列処理といった方式を選択することができます。これらの設定はクリップごとに行いますので、当然ながら他のクリップを選択すると何も適用されていません。こうすることで曲同士のバランスを測りながら個別にマスタリングを行うことができるわけです。その際マスターセクションでは最終段エフェクトなど全クリップに共通する処理のみを行うようにしましょう。オーディオモンタージュにはクリップ以外にもトラックという概念があります。キューベースのミックスコンソールのような細かなミックスには向きませんが、ステムのミックスや BGM とナレーションのミックスなどの簡易的なミックスであればここで行うことができます。トラックを追加するには、オーディオモンタージュ左端の空きスペースを右クリックし、ステレオトラックを追加、もしくはモノラルトラックを追加をクリックします。このようにトラックが作成されました。トラックに対しては同じようにファイルをドラッグ&ドロップでクリップを追加することができます。目的のトラックを選択した状態で、左上ウィンドウのエフェクトタブからトラックを選択すると、そのトラックのみにエフェクト設定を行ったり、ボリューム調整したりといったことができます。なお、こちらにある出力という項目は、オーディオモンタージュ全体の出力への設定を意味します。クリップやトラックとマスターセクションの間にあるバスと考えてください。複数のモンタージュを同時にマスタリングしていく際などに活用できます。マスタリング時にリファレンス音源を使用したい場合は、別途オーディオファイルを開く形をとります。ファイルタブから開く、オーディオファイル、参照で任意のファイルを開きます。リファレンス音源は通常マスタリング済みのファイルとなっていると思いますので、右下のこのマークをクリックし、マスターセクションをバイパスさせておくと良いでしょう。これでタブを切り替えながら、モンタージュとリファレンス音源を聞き比べることができます。エフェクト処理が完了したら、トラックマーカーの配置や曲間の編集を行います。左上のウィンドウから CD タブを開きます。そして機能ボタンをクリックし、詳細設定を選択しましょう。表示されたウィンドウで CD マスタリング時に必要となる CD トラックマーカーや曲間の設定を一括で行うことができます。CD トラックマーカーを作成の項目は、通常の CD マスタリングの場合はそのままの設定で OK です。境界マーカーを使用は、休止時間を各曲の最後に含めたい場合に使用します。クロスフェード地点にマーカーを作成は、その名前の通り、クロスフェードで重なっている曲を個別のトラックとしたい場合にチェックを入れます。この詳細設定の処理を実行すると、通常既存のトラックマーカーは削除されて再配置されますが、ロックされた CD トラックマーカーを保持にチェックを入れておくと、ロック設定したマーカーは残すことができます。CD マーカー名の設定の項目では、マーカーにつける名前を設定します。デフォルトでは開始マーカーがクリップ名と同じ、終了マーカーが名前なしとなっています。変更したい場合はそれぞれのリストを表示します。開始マーカーで特定の名前がつくメニューを選択した場合は、マーカー名や連番の最初の数字、
間をつなぐ記号などを設定することができます。終了マーカーは開始マーカー名と同じ、あるいは開始マーカー名プラス終了などを選択することができます。各トラック前の休止時間では極間となる休止時間を設定します。設定時間の項目でミリ秒単位で調整することができます。既存の休止から最も近い秒単位に調整を選択すると、トラック間の既存の空白が秒単位に揃えられ休止として設定されます。最初の休止時間を変更しないをオンにすると、モンタージュの開始位置から第1トラックまでの休止部分は変更されません。マーカーとサウンド間のギャップを調整の項目は、CD プレイヤーの誤動作を防ぐための間隔の微調整を行うものですが、特別な場合を除いてはデフォルトのままで大丈夫でしょう。CD マーカーを最も近い CD フレームにクオンタイズもそのままチェックを入れておいて良いでしょう。ISRC コードを設定する場合、第1トラックのみ設定しておけば、あとは自動的に照準で付与されます。UPC-EAN コードは日本の場合、JAN コードとなります。取得している場合は設定しておきましょう。各項目の設定が終わったら、適用をクリックして処理を実行します。すると、左上ウィンドウの CD タブに結果が表示され、波形表示も休止時間が反映されてマーカーが打たれました。ここからさらに調整したい場合、CD タブで休止時間やファイルの始め、終わり、それから ISRC コード、そしてここから UPC-EAN コードも修正・入力することができます。トラックマーカーの配置が完了したら、CD への書き込み、または DDP 書き出しを行います。左上ウィンドウ CD タブから機能メニューを開き、オーディオ CD または DDP の書き込みを選択します。ダイアログが表示されますので、デバイスから DDP イメージまたは CD 書き込み用のドライブを選択します。DDP イメージの場合は保存場所を選択します。その下のファイル一覧情報 TOC とカスタマー情報を書き込むは必須ではありませんが、納品先から求められた場合は入力してください。CD ドライブの場合は、書き込み速度と枚数を指定します。テストのみ書き込みは実行しないにチェックを入れると、現在の速度でエラーが発生しないか、一旦テストを行うことができます。書き込み前に一時ファイルを作成にチェックを入れると、CD のイメージファイルを作成することができます。CD エクストラ対応は CD エクストラ規格に対応させる場合にチェックを入れてください。オプションが設定できたら OK を押して実行します。今回は DDP で行ってみましょう。このようなダイアログが表示され、完了すると点滅して知らせてくれます。OK を押せば閉じて終了ですが、結果を新しいオーディオモンタージュとして読み込みボタンで正しく書き出されたかどうかを確認することもできます。このように正しく読み込まれました。なお DDP で書き出した結果はこのように複数ファイルとなります。これらがワンセットとなって DDP を形成しているため、分かりやすいように書き出す際は空のフォルダを指定しておきましょう。プレス業者に対して DDP での入稿が可能な場合、これらのファイルを送信することになりますが、フォルダごと ZIP などで圧縮して送信することがほとんどです。DDP は CD に焼いて郵送しなくても、曲間などの情報を含めてオンラインで入稿できますので、大変便利ですね。以上がオーディオモンタージュを使用した CD マスタリング手順になります。次回はマスタリング時に活躍するウェーブラボオリジナルのプラグイン、マスターリグについて解説します。ご視聴ありがとうございました。